ガンダムセンチネルアリスの懺悔。本動画は小説ガンダムセンチネルアリスの懺悔のストーリー解説動画となります。内容の性質上ストーリー全体のネタバレを含んでおりますので、未読の方はご注意ください。まずはじめに、ガンダムセンチネルとは月刊模型雑誌モデルグラフィックスの1987年9月号から1990年7月号にて連載されていた作品です。スペリオルガンダムをはじめとした数々の登場モビルスーツ、そしてその模型イラストとストーリーを組み合わせたフォトストーリーが描かれました。その後ストーリーを補完した完全版の小説ガンダムセンチネルアリスの懺悔が発売されています。時は宇宙世紀0085。地球連邦軍がティターンズを組織してスペースノイドの弾圧を行ったことから、コロニー側がティターンズへの対抗勢力反地球連邦組織エウーゴを設立するべく力を蓄える時代。サイドセブン出身の16歳の青年リョー・ルーツはモビルスーツの操縦技術を身につけるため職業訓練校のつもりで連邦軍に入隊し、月面の連邦軍第3基地で訓練を受けていました。リョーは素行が悪く、教官のアドバイスにも上げ足を取る返事をしており、ルールが守れません。入隊してから1年の間で戦闘訓練では優秀な成績を収めていたものの、問題ばかり起こしていました。そんなある日、リョーは実験モビルスーツ隊への配属辞令を言い渡されます。問題児のリョーが選ばれるというこの辞令の裏にはアリスの開発計画が関わっていました。アリスとはドクター・キャロルによって開発された無人でモビルスーツを動かすためのシステムです。アリスが無人で機動や戦闘を行えるようにするには、人間を育てるのと同じく母のような女性の愛情にあふれる教育をする必要があると考えられており、リョーの母ミズ・ルーツがその教育を担当していました。こうして彼女のおかげでアリスの基礎教育は完了しましたが、アリス計画を危険視する連邦内の圧力によりミズ・ルーツは爆発事故を装って殺されてしまいました。このように妨害工作に遭いながらも開発が進められるアリスですが、次の段階として不測の事態に対応できる柔軟性を学ばせなければなりませんでした。そこで数々の問題を起こしたり、ルールを守れず身勝手で危険なことをしでかす男をパイロットにして、あらゆる事態を察することができるように教育をすることにしたのです。リョーは実験モビルスーツ隊に配属されて早々に同じ所属の隊員シンクリプトと喧嘩を始めてしまいました。こうしてアリスを育てるパイロットの条件としては適任といえるリョーは訓練を重ねていきます。2年の月日が流れ、時は宇宙世紀0088 1月25日。時代背景としてはゼダンの門の戦いでティターンズが敗北して1週間後、この頃の地球連邦軍はクワトロ・バジーナがダカール演説を行ったことにより新アースノイド派から新スペースノイド派に傾いていました。しかし連邦軍の中には新スペースノイド派に傾くことを良しとしない者たちがいました。それが小惑星ペズンに駐留する共同団の一部の青年将校たちでした。共同団は連邦軍の実戦部隊の中でも精鋭揃いであり、地球至上主義派の青年将校たちが武装蜂起した勢力です。そんな共同団はペズンを制圧し徹底抗戦の構えを見せました。ペズンはもともとジオン公国軍の秘密研究所が設置されていた小惑星基地で、現在は連邦の研究所となっているところです。そんなペズンに立てこもる共同団を鎮圧するため、実験モビルスーツ隊に命令が下ります。この時アリスは自分に搭乗するパイロットとしてリョーを指名しました。そして作戦は1ヶ月後に開始されることになりました。作戦開始の3日前、2月22日、コロニーレーザー攻防戦でティターンズが敗北を喫し、グリプス戦争の第1段階は終結したものの、第3勢力のネオジオン軍の存在は地球連邦政府にとって重大な脅威でした。そこでネオジオンに対抗するには
連邦軍内の意思統一が最優先事項であると考えますが、この時に最も障害となったのが地球至上主義を掲げるティターンズ残党や新ティターンズを掲げる月面自治都市の存在でした。その中でも共同団はニューリサイズと名乗り、小惑星ペズンの生産施設とある程度の戦力を蓄えていたので、これを最も危険であると判断し、早期排除が計画されます。しかし対ネオジオン戦を控えている時に大戦力を割くことはできません。そこで心臓のアーガマ級強襲用宇宙巡洋艦ペガサス3とサラミス級宇宙巡洋艦4隻からなる先遣艦隊タスクフォースアルファが編成されました。2月25日、作戦開始。ペズンの下視中域に到達した艦隊はニューリサイズの迎撃用モビルスーツが出撃したことを確認しました。そこでペガサス3に乗艦するタスクフォースアルファモビルスーツ戦隊総指揮官ストール・マニングスは、敵モビルスーツ隊が長距離射撃を行うと考え、遠距離射撃能力を持ったファッツ部隊を出撃させます。こうして出撃した2機のファッツ、シン・クリプト登場機とジョン・グリソム登場機は長距離射撃戦を繰り広げますが、あまりにも遠距離での戦いだったため互いに損害はありませんでした。しかしニューリサイズの目的は、この戦闘の間にペズンを衛星ミサイル軍と要塞砲による鉄壁の防衛機構にすることであり、その砲台への電力供給用発電衛星ソル7804へのリンクを完了させていました。ペズンの思惑に気づいたマニングス、そしてペガサス3の艦長イートン・ヒースローは、背を向ければ艦隊が全滅すると判断し、艦隊を逆加速してペズンの防衛網、通称悪魔の花園の有効射程圏内からの離脱を図ります。しかしその時、ペズンから衛星ミサイルが発射され、標的となった2隻のサラミス級宇宙巡洋艦タカオとロングビーチは撃墜されてしまうのでした。5隻のうち2隻を失い、なんとかペズンの有効射程距離から離脱しましたが、タスクフォースアルファがこの防衛を突破するには発電衛星を破壊するしかありません。そこで友軍の撃沈に感傷に浸るイートン艦長をよそめに、マニングスは次の作戦を提案します。ファッツ3機が前方で砲撃を行うと同時に、ブースターユニットを装備したスペリオルガンダム、そしてウェイブライダー形態を取った2機のゼータプラスが出撃し、全速力でソルに向かいます。スペリオルガンダムの強烈な加速性能に驚愕する両。スペリオルガンダムはモビルスーツ形態であるにもかかわらず、ウェイブライダー形態のゼータプラスが追いつくことさえできないほどの加速を見せます。ニューリサイズのトッシュクレイは、接近する物体がモビルスーツクラスの大きさであるにもかかわらず、モビルアーマークラスの速度で接近してきたので困惑しますが、これを迎撃するべくすぐさまゼクアイン部隊を送り込みました。両は強烈な加速 G の中、発見したソルに向けてビームを発射。遅れて駆けつけたゼータプラスもビームを放ちます。初めての戦闘の恐怖に体は正直に反応していましたが、なんとかソルの破壊に成功して基地砲台を無力化し、さらに迎撃に駆けつけたゼクアインを2機撃破して、両たちは無事帰還するのでした。その後2日間はお互い監視と偵察だけにとどまります。タスクフォースアルファには失った戦艦2隻タカオとロングビーチの代わりにユリシーズとカンバーランドが到着しました。またニューリサイズの本格的な武力制圧を決定した地球連邦軍司令部は、ブライアン・エイノー提督が指揮する地球本星艦隊 X 分艦艦隊をタスクフォースアルファへ送り込みました。こうして低軌道連絡ステーションペンタで新機材 G を積み込み、ペズンへ向かって出発したエイノーでしたが、反旗を翻しニューリサイズと共に戦うと宣言をします。エイノーは事前に共同団のマイク早乙女からの接触を受け、共同団の思想に賛同していたのでした。そしてエイノーたちは連邦軍司令部から行方をくらまします。連邦軍司令部はペズンへ向かったはずのエイノー艦隊を探すべく月軌道艦隊を出撃させましたが、見つけることができなかったので、タスクフォースアルファと月軌道艦隊でペズンを挟み撃ちにすることにします。そしてペズン攻略作戦が開始。
スペリオルガンダム2機のゼータプラス、3機のファッツ、3機のネロが出撃しました。ペズンを目指す中、ジョッシュ・オフショーが狩るゼクアインを見つけたリョウは命令を無視してゼクアインを追いましたが、逃げられてしまいます。しかしここでゼータプラスのパイロットテックス・ウエストはニューディサイズの艦隊が次々とペズンから撤退していることに気づきます。そしてペズンはおとりだと判明し、全艦ペズンから退避しました。ニューディサイズはペズンに連邦艦隊を集め、核で一気に殲滅するという作戦でしたが、これは失敗に終わりました。しかし自分たちの意思を示す打ち上げ花火としてペズンを核爆発させて破壊するのでした。その後タスクフォースアルファはペズンの爆破で損害を受け、補給すらままならない状態にもかかわらずニューディサイズ追撃命令を受け、月へと向かうことになります。しかしその頃、月の月面自治都市エアーズに到着したニューディサイズ艦隊は行方をくらませていたエイノー艦隊と合流し、積載されていた新兵器マーク5を手にしていました。到着したタスクフォースアルファは30機のネロ隊を出撃させますが、ニューディサイズの首領ブレイブコッドが登場するマーク51機の前にあっという間に9機が撃墜されました。さらに月面降下するとモビルスーツのシステムをダウンさせてしまうロジックボムが設定されていたため、月面降下するネロはその場で機能を停止して敵の的にしかならなくなっていました。イクス S ガンダムで出撃したリョウは動けないネロたちを助けようと奮戦しますが、圧倒的な戦力差の前に苦戦していました。しかしそこへ遅れていた本星艦隊が到着したことで戦力バランスが逆転。タスクフォースアルファはなんとかこの危機を乗り越えることができるのでした。その後エアーズ降下作戦イーグルフォールが開始されます。しかしコッドのガンダムマーク5の前に本星艦隊のヌーベルジム3は次々と撃墜されていき、さらに援護に向かった3機のファッツ隊も全滅させられてしまいました。なんとかシンクリプトだけは脱出できたものの、ファッツ隊全滅の話を聞きつけたリョウはマーク5迎撃の指令を受けます。マーク5を見つけたリョウは攻撃を仕掛けます。しかしファッツ隊との戦いの損傷で思うように戦えないマーク5は味方のエアーズ出身の少年兵で構成された部隊ホワイトフォースの援護射撃により月面に降下してその場を離脱しました。リョウはゼータプラス2機と共に追撃しますが、敵の強固な防衛網の前にアリスがリョウを守るべく操縦系を乗っ取り、その場からイクセスガンダムを撤退させてしまいました。その後ニューディサイズはさらに勢力を拡大するためにエアーズ以外の月面自治都市にも政治的なアピールを行いますが、他の都市は沈黙を守りエアーズは孤立していきます。連邦軍に包囲され、もはやこれ以上戦っても敗北してしまうと悟ったエアーズ市長カイザーパインフィールドはマスドライバーを制圧して、そこからニューディサイズの残存のモビルスーツを射出し、パイロットたちは宇宙港からシャトルで脱出する計画を立てます。ガンダムマーク5は修理が追いつかず不完全な状態でしたが、コッドはマスドライバーを制圧するべく出撃しました。それに対してリョウはイクセスガンダムに登場し、2機のゼータプラスと共に出撃。ゼータプラスはジョッシュ・オフショーが狩るゼクアインと戦い、イクセスガンダムとガンダムマーク5の一騎打ちが始まります。イクセスガンダムのリフレクターインコムとマーク5のインコムの対決の中、リョウは危機に瀕しますが、アリスが発動して攻撃を受け止めました。その後もマーク5は優勢に戦い、ビームサーベルでとどめを刺そうとしましたが、またもアリスが発動。逆にイクセスガンダムがマーク5を撃破したのでした。この頃ニューディサイズは目的であるマスドライバーのレールと宇宙港の占拠には成功したものの、連邦軍に包囲され絶望的な戦力差でした。そんな中、突然ネオジオンから協力の申し入れが来ます。これはエイノー提督をニューディサイズに引き込んだマイク早乙女が実は旧ジオンの人間であり手引きしたものでした。ジオン残党狩りを掲げるティターンズが母体のニューディサイズとしては、かつての敵であるジオンとの協力に納得がいかないものの、エアーズから脱出するためこの申し出をひとまず受け入れるのでした。そしてネオジオン艦隊の援護を受けてなんとかエアーズ脱出に成功した者たち40名は
ネオジオンにつくかの議論をします。コッド亡き後、ニューディサイズを率いるトッシュ・クレイは悩んだ果てにニューディサイズ解散を表明し、ネオジオン傘下に入らずに戦い続けることに決めました。こうして全部で28人の兵士たちが大義を貫く決意をしましたが、起動できるモビルスーツが5機だけという絶望的な状況でした。そこでネオジオン艦長のトワニングから無細級巡洋艦1隻と200メートルを超える大型モビルアーマーゾディアックを譲り受けます。しかしそれでも連邦とは大きすぎる戦力差があるため、トッシュは作戦を立てました。その作戦内容とは、エイノー艦隊と共にペンタを制圧し、地球との連絡用シャトルを強奪した後、モビルスーツ隊がダカールへ降下して連邦議会を制圧。その間ゾディアックは追撃してくるであろう宇宙艦隊を牽制し、最終的にはゾディアックの大気圏突入能力を生かして連邦軍総司令部が移転予定のラサ市に落とすという、いわば小型版コロニー落としを行うというものです。作戦開始後、ニューディサイズを追跡するペガサス3はネオジオン艦隊に遮られてしまいます。しかし威嚇だけで攻撃を仕掛けてこないネオジオンを前に、政治問題から先に攻撃を仕掛けるわけにはいかず、時間だけが過ぎていきます。その間にニューディサイズはペンタに攻撃を仕掛け制圧してしまいました。強引にネオジオン艦隊を突破したペガサス3はペンタの大型シャトルを破壊するため、スペリオルガンダムを分離させた形態 G コア、G アタッカー、G ボマーにそれぞれリョウ、クリプト、ウエストを登場させ、ゼータプラス2機と共に出撃させました。リョウたちはエイノー艦隊に攻撃を仕掛けようとしますが、エイノーはいきなり投降の発光通信を出しました。そこで実際に機関に乗り込みエイノーと対面します。その頃ペガサス3にはゾディアックが襲いかかっていました。そこでマニングスが自分の訓練機ネロで出撃してこれに応戦します。ゾディアックに登場するトッシュはネロのパイロットはかつての戦友ストール・マニングスであることに気づき、攻撃をそらそうとしますが、時すでに遅く、ゾディアックのビームはネロを飲み込んでいました。マニングスが撃墜された報告を受けたリョウは怒りに任せてエイノーを殺害しようとしますが、クリプトとウエストに止められます。そしてシャトルを破壊するためペンタへ向かうのでした。チュンユーのゼータプラスがシャトルから出撃した2機のゼクツバイと交戦する中、合流したリョウたちはスペリオルガンダムに合体をしようとします。その瞬間、駆けつけたゾディアックからメガカノンが放たれました。しかし発射されたビームの前にチュンユンが飛び出し、身を挺して3人を守ります。チュンユンを犠牲にして合体に成功したスペリオルガンダムは、リョウが機体操縦、クリプトが射撃、ウエストが索敵を担当します。そしてもう一機のゼータプラスに乗っているシェイドは残りのシャトルの撃墜に専念します。トッシュはこのままでは不利だと判断し、ゾディアックをトッシュが登場するゾアン1とサイドが登場するゾアン2に分離しました。2機の攻撃の前に追い詰められるスペリオルガンダム、ゾアン2がとどめを刺そうとした瞬間、3人の言い知れぬ恐怖と絶望によって膨大な量の意識がアリスに流れ込みます。そしてアリスが完全に覚醒しました。ゾアン2は撃とうとしたビームカノンが機体の致命的欠陥により暴発して自爆し、スペリオルガンダムは回避運動をとっていました。クリプトやウエストはリョウがとっさに判断して回避したものと思いましたが、これはアリスが取った行動でした。ゾアン1を追撃するアリスの前にオフショーが狩るゼクツバイが立ちふさがりますが、アリスはオフショーを完全に無視してゾアン1へ向かっていきます。戦いの果てにトッシュはゾアン1を侵入コースにセットしてシャトルへ移りました。スペリオルガンダムは大気圏で灼熱化する中、ゾアン1を破壊しようとします。オフショーのゼクツバイの妨害を受けますが、地球へ向けて放り投げ、ゾアン1へスマートガンを撃ち込み、これを破壊するのでした。さらにアリスは最後の仕事であるシャトルの狙撃をスペリオルガンダムに命令し、コックピットブロックを分離しました。こうしてシャトルの破壊に成功し、リョウ、クリプト、ウエストの3人は無事帰還。タスクフォースアルファの任務は
完了したのでした。ガンダムセンチネルアリスの懺悔は女性キャラクターが登場しないという珍しい作品で、渋いキャラクターが多く、宇宙空間での軍艦での生活のむさ苦しさなども生々しく表現されています。ニューリサイズが新選組をモチーフにしたとされている本作は、ゼータガンダムからガンダムダブルゼータの時代をつなぐ作品として綺麗にまとまったストーリーと、スペリオルガンダムを筆頭に魅力あるモビルスーツが多数登場していることから映像化が長年待ち望まれている作品の一つですが、モビルスーツがどれも複雑なデザインがゆえにアニメで描ききれないのではないかという意見や、様々な版権問題があるのではないかという憶測も上がっています。少なくとも描写に関しては現代の CG でモビルスーツを表現する技術があればできそうな気もするので、ぜひアニメ化されることを願いたいですね。ということで以上、ガンダムセンチネルアリスの懺悔のまとめでした。非常に濃厚で面白い作品ですので、まだの方はぜひ一度小説を読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。